わでかい。結構ね、唐揚げ人気あるんですよ。骨ごと食べられるように揚げてますから、全部食べられるんですよ。ガシッとかじって骨ごと食っちゃう。釣ったのを食べてもらうって形なんで、なるべく状態のいい魚を釣ってもらって食べてもらう。30センチ近いニジマスが釣れますね、ここは。歯応えがすごい。家族みんなここのが大好きで、私は唐揚げが好きで。刺身も美味しいですよ。これは味噌汁の出汁を取るのにアラを使ってます。ニジマスとかヤシオマスの骨とかいろんなものが入ってるんですね。どこのお米使ってるんですか？くんちの米だ。自分家が農家なんで、うちの米の方が美味しいかなっていうので、入れたらやっぱり好評だったん使ってるような感じです。お父さんお米作りしてるから、従業員なんかも美味しいからっつって自分家で食べるお米も飯塚くんちからだんだん買う人が増えてきた。美味しいんだわ。うちのは、飯塚くんちのお米買ってんですよ。うちも買ってます。お客様も美味しいって言ってましたもんね。前はすぐそこの田んぼのだったけど、綺麗な水でお米作ると美味しいと思うでしょ。まあ美味しいんだけど、水が冷たいんだよ。ここの水は魚買うにはでも最高なんだよ。水が綺麗で冷たくて、マスにはね。上にほとんど何にも人工物がないから、で上で湧いてんだよね、湧水っつってさ。ああ、そうなんです。だから水温もさ、夏は冷たく冬はちょっとあったかでさ、今温暖化でさ、マス買えなくなってる業者もなんかいるらしいんだよね。夏場高温になってきてさ、うちはまだ大丈夫だけどさ、大変な、時代になってきたなと思ってさ。ここは創業が昭和39年なんで、もう60年ぐらいになるのかな。なんか矢板市に昔あんまりそういう遊び場とかそういうのがなかったらしくて、ここら辺の土地を治めてる山形さんっていうんですけど、山形有友っていうそこの記念館があって、ここの大地主なんですよ。その人が矢板市でもなんか観光施設みたいのを作ろうかみたいな感じでここも始まって、40年前まではもう一つ上にあったんですけど、そこから移ってきたって感じで、ここが。
ここで堆肥みたいなのを作って、はい。唐辛子だのなんだのお客さんに出したり、我々のお昼のおかず。ああ、そうなんですか。日光唐辛子って知ってます？日光？日光唐辛子ってあるんですけど、知らないんですよ。それをの醤油漬けが割と人気あるから、それを自家製で今年生まれた小ヤギ。一番よく出るのって何なんですか？唐揚げが人気があるんですけど、塩焼きと唐揚げ食べる人もいますし、塩マス定食っていうのもあるし、まあその好みによってね、いろいろですけどね。そうですよね。ニジマスの身を切って、それでそれを味噌汁で煮たんですよね、味噌でね。で煮て味ついてるんです、これ。でここに味噌汁をよそるっていうんですか。マス尽くしですね。そうですね。
これはまあ脳締めとか神経締めっていうやつですね。じゃないとこういうふうにつるんと丸くならないんですよ。新鮮な証拠なんです。今取った魚だから大変なんですけど、ちょっと時間置いちゃうとペラーってなっちゃうんですよね。開きみたいに。いけすから取ったんで、もう本当に新鮮なんで、結構ね、唐揚げ人気あるんですよ。骨ごと食べられるように揚げてますから、全部食べられるんですよ。触ってみて、身がこう硬い方がね、骨まで食べられるんで美味しいです。これで何キロぐらいとかって？これ300グラム。定食の場合には塩焼きもこれも300グラムぐらい。お待たせいたしました。那須の方とか福島とか、会津とかよく行くんですけど、その帰りとか必ず寄ります。家族みんなここのが大好きで必ず寄って、帰る時も、食べて帰る時も。私は唐揚げが好きで、母は塩焼き。刺身も美味しいですよ。カルパッチョのタレをかけます。いらっしゃいませ。唐揚げとかお刺身っていうふうに加工された場合が1キロ2700円になってます。こちら持ってきてもらって、ここで計量してからお会計という流れです。釣り竿は釣り堀の方ありますので、何本でもお使いください。釣りのお客さんも結構皆さん来ますね。これから、来ますね。まだ少ない方ですか？まだ。最近は全部餌です。ここ餌小屋で、そこでブレンドしてオリーブオイルを添加してプレミアムヤシオマスっていう特産の魚がいるんですけど、油の中に占めるオレイン酸の量を
が規定があるんですけど、プラスでオリーブオイルまた添加してやってるんで、なおさら多分オレイン酸の数値が高くなっていると思います。そうなんです。サイズの指定が注文入ってて、2.5 キロが1本と、3キロが3本っていうので、2.5 キロぐらいですね。マスって育てるのって大変。大変は大変ですね。水の管理とか餌やりとかいろいろ作業もいろいろあるんで、マニュアルがないんで、その時その時の気温とか水温とかの魚の具合目で見て、餌減らしたり増やしたりとか、そろそろ移さないとダメだとか、その辺の判断がやっぱりしばらくやんないと本当に生き物なんで。3キロってなると相当選ばないとって感じなんですか？今の時期、冬場だと結構揃ってるんですけど、売れるのが大体冬とかなんで、ちょうどいなくなってる時期みたいな感じなんで。じゃあこれ家で。そうですね。そうですか。アルビノって隣で養殖してたなんか黄色いやつですか？そうですね。あれがアルビノです。まあ奇形の一種なんですけど、結構綺麗ですし、これでなんか面白い品種でも作って目玉にしたいなっていう。ヤシオマスのお刺身が一人前、これが釣れると別でつきます。プレゼント。へえ。来ました。はい、29番さん。はい、ありがとうございます。お待たせしました。28番のお客様、塩焼きができました。土日は釣りする人と、まあ食べる人でまあ6対4ぐらい。冬の暇なうちに竹串とかも作ったりして。竹口も自作なんですか？そうですね、全部削って。だから作る人によってちょっと形状が違ったり、鮎とか刺す串っていうのは意外と売ってるんですよ。
ただこの 300g とかっていう串はまず売ってないんで作るしかないなるべく厚っこくて丈夫そうな竹取ってきて、はい、削ってじゃないと折れちゃうんでね、何匹釣ったんですか？15匹。イワナだけ1匹刺身と唐揚げにで残り全部焼きでさっきいっぱい釣りました。釣った。いっぱい釣った？ああ。塩焼きが時間かかるんで、塩焼きで先にやっちゃってっていうのを取って話しますよ。お待たせしました。うわえげつない。お皿あそこにありますからお持ちになってください。うわでかい。でかいよね。これなんか超物。これ食べるの初めて？ガシッてかじって骨ごと食っちゃう。美味しい？揚げ物は骨まで食べられるから、子供が釣って食べれるから、やっぱりいいと思う、ね、今魚離れだったりしてるから楽しかった。大体毎年1回はね来てるよね。
何もしないば痛くないんだけどね。そう。32番。どっから来たんですか？千葉県から。千葉県から。どうでした？初めての釣りは。意外と難しくって、ちゃんと引っ掛けないと取れないから、やりごたえあって面白かったですね。あ、そうですか。何匹分釣ったんですか？これ3匹、1人3匹。1人3匹。はい。どれぐらい時間かかりました？でも20分ぐらいですね。ああ、そうですか。経験ないなこれ。いや、うまっ。っていうか、いや、美味しかったです。自分びっくりしたのが塩焼きなんですけど、骨まで全部いけちゃって、柔らかかったんですよ。刺身の方もちょっとした小骨あるんですけど、それも柔らかくてね、丸ごといけるような。唐揚げどうでした？パリパリしてて美味しいです。歯応えがすごい。歯応えがすごい。臭みとかも全然ないし、見た目まずいいですよね。すごい綺麗なサーモンピンクって言ったらあれですけど、なんか薄いから結構すんなりいけるのかなと思ったら、弾力がすごいんで、この厚さでもめちゃくちゃ食べてる感がなりますね。川魚って感じはしないです、なんか。おじいちゃんに返してこれ。なんか淡白なサーモンって感じなんで。これは自作なんですか？そうですね、全部自分で作ってまして、近くの竹林があるんですけど、そこで取ってきて、そのまま使っちゃうと、すぐダメになっちゃうんで、火で炙って全体を、油抜きっていう作業をして、すると強度が後で出てくるようになって、長持ちもするんですけど、それでさらに1年ぐらい焼き場の方に置いといて、それをかぶらせるとなんか昔から持ちが良くなるんだっていう話があるんで、ずっとそれでうちはやらせてもらってるんですけど。そうなんですか。魚がでかいんで、この糸もめちゃめちゃ太くして、この針自体ももう太くしてあるんですよ。リリースはダメです。釣ったのを食べてもらうって形なんで、なるべく状態のいい魚を釣ってもらって食べてもらう。これ取って1個取って1個取って。好きなの取って。そういうことで。はい、どうぞ。年に1回この時期に来て魚釣りを。わあ、すごい。大きいの釣れた。なかなか大きいのが釣れました。このサイズですね、ここはだいたい30センチ近いニジマスが釣れますね、ここは。これ釣った後はどうするんですか、今日は？塩焼きと唐揚げにやってもらうんだよね、今日は。こちらはどこにおりされますか？じゃあ、これいきますけど。
ったんですか？そうですね、13名とかやっぱりさんで。お待たせしました。有馬沢、有馬沢。症状みたいな。あ、これはもうできる形になります。えぐい。うまそう。すごいね。やばいね、ちょっと。でかいでかいでかい。これやばい。うまそう。うわこれえぐいっすよこれ。すごいよこれ。ブリンブリン。すごい。やばいね。これやばいですね。6しかないの。これ6しかない。お魚で乾杯しますか。まあ僕らもね川登りしてって大きくなっていきましょう、こういう魚みたいに。それでは皆さん、ウォウウォ。うわ、やばい。何これ？なんで魚？うまい。最高っすね。最高。プルプル。もうね何も気になるんだ。うわ、やばい。これが一番美味しかったですか。これですね。やっぱこいつやばいっすよ。あ、塩焼き。塩加減最高っすね。はい、お疲れします。結果何匹？7匹ですね。こちら食べていきますか？食べるのと持ち帰りしたくて、刺身1、塩焼きが2、残りは調理して持って帰るもできるんで。できます。ただ唐揚げと塩焼きを1、1で。これ1匹イワナなんですけど、これは何がいいですか？おすすめは塩焼きかお刺身。塩焼きで。わかりました。1.6キロになります。じゃあ重さ800グラムですね。じゃあお会計になりますので、後ろでお会計お願いします。無料になってまして、釣った魚の重さ釣りですか？はい。こちらに釣ったのがこの111でお土産チークが1日多い時で何匹とかさばくとかってあるんですか？数えたことはないですけど、まあ連休なんかはお客さん100組超える時あるんで、まあ1組あたりまあ3、4匹平均で釣ってくるとすれば、まあ1日500匹ぐらいトータルで触ることにはなりますよね。これから先生今日は偶然にも食べられたんですけど、食べられない時もあるんですか？そうですね。
れは釣ってきた唐揚げです。大きさが違うんですね。釣ってきてる。ありがとうございます。これが一番でかい。あんま家では魚あんま食えない。うん。うまい。焼くときに返す順番があるんですよ。1回目お腹、背中にすると2回目、右側左側って4回に分けて焼くんで。あれ、いない。